こんにちは。今日はですね、iPhone で本格的な撮影を楽しむことのできるキットを紹介したいと思います。毎年紹介しているこのポーラープロのライトチェイサーシリーズなんですが、今年はですね、ライトチェイサー16というものになっています。名前の通り iPhone16 Pro とか Pro Max に対応しているキットになります。で今回ですね、このケースとかグリップとか、ちょっと変更されていて、去年のものとも変わってますし、バリエーションも増えてますので、まずはこのケースとかグリップを詳しく紹介したいと思います。で次にですね、こういったフィルター系ですね。フィルターもちょっと変更があったりとか、あと新しいものまたいろいろ追加されてますので、その辺も紹介したいと思います。でこういったフィルター実際使ってもそれほど効果がないんじゃないかとかよくわかんないって方もいらっしゃると思いますので、どんな風に違いが出るのかっていうのをサンプル映像を通していくつかお見せしたいと思います。皆さん必要なのかどうか、ご自分の用途に合ってるのかどうかっていうのを見ていただければと思います。で最後に iPhone で、iPhone ってね、毎年カメラの性能上がってますし、もう本当いいカメラ顔負けの撮影することができると思うんですけど、どんな風にすればいいのかよくわからないっていう方もいらっしゃると思いますので、簡単なステップを紹介したいと思います。今日紹介するこのキットがなくてもできる部分もありますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では早速このケースとかグリップを詳しく見てみたいと思います。今回私がサンプルでいただいたのはこのベースケースというものなんですが、それ以外にもプロケースっていうのとスリムケースっていうのと、あとはですね、この iPhone のバックプレートに貼り付けて使う、フィルターのベースプレートのような、プレートだけのものもあります。スリムケースはまだ出たばっかりで国内にはまだ入ってないのかなとは思うんですけど、こういったキャップとかグリップなどがついていない本当にシンプルなもので、自分で好きなものを買い揃えていくタイプかなと思います。このベースケースについてはこのディフェンダーキャップっていうですね、レンズの部分のキャップとか、あとグリップがついてきます。今までのこれ去年の iPhone15 Pro Max 用だったんですけど、このグリップが別売りだったりとか、あとディフェンダーキャップがこういうアルミのすごいしっかりしたものだったんですけど、一回一回外さないといけなかったんですけど、今年はですね、こういう風にプラスチックでここパカッと開けてすぐに撮影できるようになっています。ここ取り外すこともできます。このフィルターを取り付ける部分の形状規格は去年のものと全く一緒なので、去年のフィルターもそのまま使うことができます。であとグリップなんですけど、細かい点なんですけど、で去年までのものはこういうふうに上に Bluetooth のシャッターボタンが取り付けられるようになってたんですけど、今年は上下ともに4分の1インチの穴が開いています。いろいろアクセサリーをネジで取り付けられるようになっています。それとこの取り付けの位置がですね、ちょっとつけてみましょうか。ケース自体はですね、非常にしっかりとしていて防御力の高い保護ケースになっています。で私気に入ってる点としてはこういった穴のあたりもね、よく保護されています。でこの USB-C の端子のところもそんなに小さくないので、それなりに太めなケーブルも挿すことができます。でそのグリップなんですけど、グリップがですね、今年からはですね、このカメラコントロールボタンが iPhone についたので、グリップを取り付ける位置がここの右端にも1箇所になっています。今までのものはこういう感じで真ん中に持ってきたりとか、自分の好きな位置にある程度動かすことができたんですけど、それが右端固定になりました。別に個人的にはあんまり気になる変更点ではないかなと思います。でこれは色がクリアっていうモデルなんですが、あと黒があります。スリムケースはいろんな色が用意されてますね。であとプロケースも黒とクリアがあります。でプロケースは真ん中のここにですね、コールドシューアダプターがついていて、そこにいろいろ取り付けることができるようになっています。ただしマグセーフでの充電ができなくなっています。マグセーフのマグネット自体入っているんで、いろんなアクセサリーは使えるんですけど、充電ができないようです。でこのベースケースはこういったマグセーフ充電器を使って普通に充電をすることができるようになっています。スリムケースもそこは同じようです。グリップは形状は今までと一緒なので非常に握りやすいものになっています。グリップを握りながらカメラコントロールボタンのコントロールをするとなると、ちょっと押しにくいかなとも思うんです。慣れの問題かなとも思いますが、
取り付けも非常にしっかりとしているので、溝にちゃんとはまっているかの確認が必要なんですが、一旦はまってしまえばむちゃくちゃしっかりついているので、ここは安心して持って撮影することができます。やっぱりスマホって本当ただの薄い板なので、長時間の撮影とかね、こう傾いたりとか揺れたりするようなところでの撮影とか、そういうの苦手だったりするんですけど、本当このグリップが一つついてるだけで安定感というか撮影のしやすさがもう格段に違います。で、今年からはこのグリップはこのケースにセットになっています。去年までは別売りだったんですよね。ケース、グリップに関してはそんな感じになっております。じゃあ次にちょっとこのフィルター関連を見てみたいと思います。で、フィルターに関しては大きく分けて2種類あります。これ今年のブラックミストフィルターなんですが、こういう感じで四角い普通のこう枠にはまっているフィルターです。これはこんな感じでここにつけて使うことができます。で、こういったものが何種類かと、あとはですね、こういう回転式のフィルターになります。これもですね、今年のモデルなんですが、ブラックミストと可変 ND フィルターの2から5ストップというものがこう一体化したものになります。こういう2種類があります。で、このフィルターも何種類か出ています。で、この回転式のフィルターなんですが、今までのものに比べて 20% 小さくなっています。それでいてこの縁の部分が1ミリ分厚くなっています。なので、よりコンパクトになって持ち運びもしやすくなってますし、回しやすくなっています。こういったポーチが付属してきます。今までのこのフィルターなんですけど、これはですね iPhone 14 Pro の時代のフィルターなんですけど、これをですねこういったアダプターにこういう感じで取り付けて、でそれをこの今年のケースにこんな感じで取り付けることもできます。で iPhone 15 シリーズの時にフィルターを購入された方は、こういうフレームがもうついてますので、そのまま使うことができます。フィルターサイズはちょっと違うんですけど、そのまま使えます。互換性があります。で、どんなフィルターがラインナップされているかというとですね、ちょっとスクリーンショットもお見せしておこうと思いますが、で今年出たフィルターが今ここに出てるんですけど、 UV フィルター、サーキュラーポラライザー、ブラックミストフィルターとかあるんですけど、ちょっと詳しく見てみましょうか。ですね、この SS Everyday っていうのはショートスタッシュっていう、カメラマンの方とのダブルネームのものなんですけど、これ以前にも私ライカにつけてレビュー動画を出してるので、また見ていただければと思うんですが、つけっぱなしで使うことができるようなフィルターなんですけど、非常にかっこいい写りをします。で、SS Mist PL っていうのはそのショートスタッシュとミストフィルターとさらに PLフィルター、変更フィルターがセットになったものになっています。こんな感じになります。ちょっと光のところがボワーンってしたりとか、あと乱反射が抑えられたりとかして、非常に面白いフィルターです。で、これはですね VND2 から5でありますけど、可変 ND フィルターになります。で、可変 ND フィルターとそのブラックミストが合体したものになります。そしてサーキュラーポラライザーですね。これは後からまた作例をお見せしたいと思いますけど、こんな感じで車の撮影とかするとすごい綺麗に反射を撮ってくれたりしてね、すごく面白いです。UV フィルターは、あんまり効果は特に目立ったものはないんですけど、レンズ部分を保護したりとか、余分な UV をカットするフィルターになっています。で、ブラックミストはこれですね。これもサンプルで今いただいてるんですけど、こんな感じで光がボワーンってして、でちょっとエッジが柔らかくなったりとかして、ちょっとデジタルチックな感じが払拭されてアナログっぽい仕上がりになるフィルターです。こういうのが今年出ています。であとはですね、こういうレンズなんですけど、ちょっと変わったレンズがねいくつか出ています。例えばシフティレンズ、こういうものなんですが、こんな感じでちょっと幻想的なというか、なんかこんな感じの仕上がりになるレンズなんですけど、こういった効果がいろいろ違うものが何種類か出ています。
じゃあ次にですね、実際にフィルターを使うとどんな風に違いが出るのか、なぜ使うと面白いのか、その辺サンプル映像をお見せしたいと思います。でまずは可変 ND フィルターを見てみたいと思うんですが、これはですね、ND フィルターというものの可変式のものという意味になります。ND フィルターっていうのは現光フィルターで光の量を減らします。で写真とかだとこうスローシャッターみたいな感じにできたりとか、あと動画の場合は適切なシャッター速度に設定することができるようになります。オートで撮ってしまうとやっぱりこう日中なんかだとシャッター速度が非常に速いので、写真がこう集合している動画だとやっぱその動画を再生した時にパラパラ漫画みたいに不自然な動きになるんですよね。でミラーレスカメラなんかにもこういったND フィルターっていうのをつけてシャッター速度をあえて落とすんですけど、それと同じことをこのスマホでもできるようになります。でどんな違いがあるかっていうと、こちらがですね ND フィルターなしで撮ったオートで撮ったものです。シャッター速度は多分2000分の1とかになってると思うんですけど、全てがこう止めた時にですね分かるんですけど、カチッと静止してますよね。シャープに映っています。でこれを動かすと、こんな感じで、いかにもスマホで撮ったんだなっていう映像になります。でこれに ND フィルターをつけるとですね、こういう感じになります。24fps という設定で撮ってますので、シャッター速度はその2倍の48分の1というのに設定しています。でこんな感じに見えるんですが、これを止めるとですね、動いてるものが全てこうブレて見えていると思います。でこれが ND フィルターの効果というか、シャッター速度を下げたことによる効果なんですけど、実際の人間の目に見えるのはこんな感じじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、皆さんもよかったら周りで動いてるものとか見たらね、多分わかるんじゃないかなと思うんですけど、あとこんな水が落ちてくるようなシーンでもオートで撮るとこんな感じになります。これを止めるとですね、こういうふうに不自然に水がこう波打ったかのようになってるんですけど、これをですね ND フィルターをつけて適切な値に設定するとこうなります。この水の流れも自然な感じになって、止めてもですねモーションブラーがかかっています。で次は写真なんですけど、やっぱりオートで撮るとこんな感じで不自然に全部が止まっちゃってるんですけど、シャッター速度に落としてやるとこんな感じで流れている水がよく見えるようになります。スマホでも ND フィルターをちゃんと使うことによって本格的なモーションブラーのある映像を撮ることができるようになります。でさらに今回提供していただいたこのフィルターはブラックミストの効果もありますので、それを組み合わせることによって、色味の調整とかにもよるんですけど、こんな感じでちょっとドリーミーというかノスタルジックな優しい雰囲気の映像になります。ちょっとエッジが取れたり、光がやっぱりもわっとこうなる効果があるので、家族の写真とかこういうレトロな遊園地の映像なんかにも向いてるんじゃないでしょうか。次の映像はフィルターなしで Apple Log で撮影したものなんですけど、HDR に比べるとかなり繊細な写りにはなってはいるんですけど、それでもやっぱりこうシャッター速度が速いんでカクカクした動きになってるんですよね。でここにこのブラックミストプラス可変 ND フィルターをつけることによって、動きもこうソフトになりますし、写りもほんわかとしたこう春のような映像になっております。でもう一つ提供していただいたこれですね、可変 ND フィルターがついていないただのブラックミストフィルターなんですけど、シャッター速度を落とすことはできないんですけど、やっぱりこう光が拡散するというか優しくなりますので、こんな感じで明るい方に向けて撮ったりすると非常に優しい雰囲気になります。動画でもこれ夜なんですけど、こういう焚き火とか建物から漏れてる光なんかも全体的にこうもわっとした感じになってるのが見ていただけると思うんですけど、こんな感じで撮影することができます。で次はですね PL フィルターですね。これもご存知の方多いと思うんですけど、余分な光の反射などを抑えて本来の色味を出してくれます。あと水面の反射とかをね抑えることができます。動物園でアシカのプールの水面を撮ったんですけど、何もしないとこんな感じで結構反射はしてるんですが、この PL フィルターをつけて回すことによって
ちょうどいい位置に持ってくるとこんな感じで水面の反射が取れて中の様子がよく見えるようになります。あとこのアシカの体の部分の反射とかもコントロールすることができます。これ方向によって効果が結構変わったりするので、自分でこう回したり効果の高い方向を探す必要があるんですけど、うまく使うと非常に有効です。これうちの庭から見た隣の桜の木とか森なんですけど、やっぱりこう反射が木の葉っぱに反射して白っぽかったのがこの PL フィルターを通すとすごい緑が鮮やかになりますよね。これはすごく分かりやすくて面白い効果が得られるフィルターになります。最後に iPhone で、このカメラの性能を生かして高いカメラにも負けないような映像や写真を撮るための、ステップを紹介したいと思います。ちょっとサンプル映像などもお見せしつつ紹介します。でまず最初の映像なんですけど、これはもう本当にカメラ任せでフルオートで撮っています。カメラはファイナルカットカメラ使ってるんですけど、ネイティブカメラでも同じです。で次はですね、同じ設定なんですけどログ撮影にしました。シャッター速度などは4000分の1秒のまんまなんですが、ログ撮影しています。ここまでは完全に無料でできます。でさらに今回のこの ND フィルターをつけてシャッター速度を48分の1に落としました。これがその映像になります。Apple ログで撮影しています。で次がですね、この 400% に拡大したものなんですが、これはオートで撮影したものになります。ちょっと石垣をよく見ていただきたいんですが、こっちはですね、ログで撮影したものを 400% にしています。並べてみるとですね、こんな感じになります。右の石垣はね、かなりこう輪郭が強調されていて、左の方がね、自然に見えると思うんですよね。でこれがですね、ND フィルターをつけてさらにログ撮影したものになります。石垣の見え方自体は一緒なんですが、今度は人間もこういう感じで、さっきも言ってたようなモーションブラーがかかってより自然な見え方になっています。右は完全オートでフィルターもなしで撮ったものです。こんな感じの違いが出ます。で次はちょっと川の流れを撮ったんですけど、これは48分の1秒に設定してログ撮影したものにラットを当てています。でこの映像はフィルターを外して露出の設定はオートにしていますが Apple ログで撮影しています。で最後はもうカメラ任せで完全オートで撮影したものになります。これもパッと見よく違いはわからないんですけど、拡大すると面白いんでちょっと見てみましょう。でまずこれが48分の1でログ撮影したものになります。で次はフィルターを外して4000分の1秒なんですけどログ撮影をしたものです。Apple 純正のラットが当ててあります。でこれはですね、オートで HDR で撮影したものになります。でこれ止めるとよくわかるんですけど、もうこの水のこう渦巻いてるのとか表面のこの波打っている部分とかがやっぱり輪郭っていうかエッジがこうなんとなくこう黒っぽくなってるんですよね。なんかざわついた映像になってると思います。実際問題3倍4倍にして映像を使うってことはほとんどないと思うんですけど、でもやっぱり画面全体でこう動画ってものが動きますので、こういったことが発生していると思うと、自然に見えるかどうかっていうのは結構そこで差が出るのかなと思います。ただこれもスマホみたいな小さい画面で見るときはこのくっきりしている方がむしろ綺麗に見えたりするので、その撮った映像を今度誰にどんなもので見せたいかによって使い分ければいいのかなと思います。ログだと実際ラットを当てたりっていう作業も発生しますしね。今回使ったのはどちらも無料のソフトなんですけど、ブラックマジックデザインのカメラアプリとファイナルカットカメラという Apple 純正のビデオ撮影アプリを使いました。それでログ撮影をしています。で、ログ撮影でも HEVC と Apple ProRes っていうのが選べるんですけど、Apple ProRes にするとむちゃくちゃファイルサイズが大きくなるので、今回は HEVC をメインで使っています。で、比較用に一応右がプロレスで左が HEVC で撮った映像を並べてみたんですけど、ほとんど違いがないんじゃないかなと思います。で最後簡単にまとめなんですけど、ブラックマジックカメラとか、あとファイナルカットカメラなどのいろいろコントロールすることのできるアプリを使ってログ撮影をすること。そして可変 ND フィルターを使ってさらにシャッター速度などもコントロールしてやるとより自然な感じの映像が撮れるということでした。
ということで今回はポーラープロのライトチェイサー16シリーズをいろいろと試してみました。iPhone 出るたんびにどんどんカメラの性能も上がってますしね、もう本当高いカメラ顔負けの写真や動画を撮ることができるようになってます。ただそのままだとちょっと使いにくかったりもしますので、今回紹介したようなアイテムを使うことによってより撮影も楽しめるようになるのではないかと思います。詳しい情報はまた概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。